ヨギです。今回は女性のこういう反応は可愛すぎて男性は耐えられませんというテーマで話していきたいなと思います。そう、男性って女性の外見とか内面にももちろん魅力を感じて可愛いなと思うことはあります。ただ女性の反応に可愛らしさを感じていることもめちゃめちゃ多いんですよね。よく愛嬌がある子が好きという男性が多いように、女性が見せてくれる感情とか反応で男は好感を持つんですよ。というわけで今回はですね、じゃあ男性はどういう女性の反応にグッときて可愛いなって思うことがあるのか話していきたいなと思います。それでは早速いきましょう。では一つ目は、目が合った後に照れ隠しですぐ目をそらす。この反応は可愛いと思ってしまいますね。好きな男性相手だったらこういった反応を見せてくれる女性もなかなかいるのかなって思うんだけども、男からしたらこの瞬間にうわ可愛い、その反応思ってます。そのすぐ目をそらしてしまうという弱気な気持ちを感じて守りたいなっていう気持ちになりますよね、男としては。そのちょっとしたか弱さにキュンときてしまうんですよ。男としてはこの瞬間に自信をより持ちやすくなって積極的にアプローチもしやすくなるよね。例えば車の中で二人きりで一緒にいて、男性が女性の方を見た時にそこで女性がふっと照れながら目をそらすようであれば、もしかして今この車の中で二人きりという状況でちょっと積極的にアプローチしても大丈夫なんじゃないか、うまくいくんじゃないか、そんな気持ちに男としてはなりやすいよね。これが男性が女性の方をチラッて見た時に何みたいな反応だったら多分そこまで積極的にはならないですよ、その後。でも男性がチラッと見た時に女性も本当は男性の方を見ていたんだけども逆の窓側を見てしまうという感じで明らかに動揺していたら、もしかして好意持ってくれてんじゃないのって男としては思っちゃうよね。いい感じの空気感になっていてそういう雰囲気になっていたらもう確定だなって思ったりはしますよね。で、男性ってそういうピュアっぽい反応好きですからね。もちろん目を合わせた時に見続けてくれるパターンも色気を感じていいなと思いますよ。ただ目をそらす純粋っぽさもいいよね。シンプルに可愛いよな。好きな男性のことを見たくて運転している男性のことを見ていたんだけども、男性がチラッと見た時にやばい見てんのバレるって思って逆の方を向いちゃう、その焦っている感じと照れ隠しをしようとしている感じ、男からしたらもう動揺してる姿か弱くて可愛いなと思うので、この反応はグッときます。では2つ目は、男性がキスを迫って顔を近づけた時に何するのみたいな感じで警戒心ゼロな反応をする。この反応も男はグッときちゃうよな。その警戒心ゼロな姿勢は男としてはもっと積極的な気持ちになっちゃう。このままキスしちゃっていいのっていう考えになるから頭の中で高まっちゃうよね。で、そうやって高まるともっと魅力的に見えちゃうわけですよ。ドキドキもしてくるし可愛いって思っちゃうよね。メスとして認識してしまう。ここで、今から私何されるのみたいな反応じゃなくて、照れても可愛いんだけど無警戒な感じもグッときますね。そう、だから男性もね、好きな女性へのアプローチは成功させたいですから、時にはぐっと距離感を縮めることもあるわけですよ。で、そういった時に顔を近づけて女性の反応が何されるのみたいな、こんな顔近づけられてるけど今からどんなことをするのかなみたいな反応を取られたら、そのままガッて行きたくなるよね。男としても思うしね、ここまで顔近づけて何されるの私みたいな反応してるけど実際心の中でちょっと分かってるでしょ、それを見越しての何するのみたいな反応をわざとしてるんでしょぐらいまで男はポジティブに考えていたりするから、その一瞬で。だからあとは俺が行くか行かないか、そこの勇気次第だって考えて、その一歩踏み出す手前のドキドキ感味わっていたりするよね。で、この時は可愛く見えてますよ。無警戒なか弱さ可愛く見えちゃうね。おいおい、そんなの一瞬で襲われちゃうぞって思うもんね。そんなオスにここまで顔近づけられて何されんの私みたいな感じの表情して、他の男だったら一瞬で行かれるぞ思うもんな。か弱すぎるその無警戒な感じでも、自分もそのか弱そうな部分に魅力感じちゃってるといったところで、やっぱ可愛く見えちゃうね。男はか弱さを感じた時に守りたくなってキュンときているところありますから、こういう反応はずるいな。女の子仕掛けてるよね、ちょっとね。本当にそこまで顔近づけられて分かんないわけないもんな。こういうあざとさも好き。では3つ目は、
これは多くの女性が、自然に使っている項目ですね。キャーとか嫌とかダメ。やっぱりこの言葉には男は弱い。いつ聞いてもいいなって思っちゃうもんね。キャーとか嫌とかダメとか男は言わないからね、ほとんど。だからここで女性っぽさを感じたり、もっとストレートに言うとメス味を感じるわけですよ。だから男としてもオスが出てきてしまうよね。女の子の反応だなって男は心の中で思ってますから、ここでやっぱグッときちゃうよね。皆さんも男らしい部分を感じた時にキュンってすることもあると思うんですよ。男性もこういう女性らしい声とかメス味を感じるようなことがあったらグッときてしまいますよね。だからそれこそいたずらをする男性はここ引き出そうとしてますよね。こちょこちょをしたりとか、指で背中をこうやってなぞったりとか、そういういたずらを男子が女子にするのはキャーとか嫌とかそういう言葉を引き出したいからですよ。その反応を聞いて男は高まってるわけですよね。だからただの悪ふざけじゃない。あなたからメス味を引き出そうとしてる。女の子っぽい反応を聞きたいなって思ってる。うわ、その声やば。高まっちゃってるから。むっつりな男はこうやっていたずらみたいな形でやるんですよ。で、あとはいざ大人のスキンシップを始める時もそうですよね。キャーとか嫌とかダメっていう言葉圧倒的に増えるじゃないですか。これはね、男の高まりを加速させてますよ。やっぱ男もあるんでしょうね。多少強引に積極的にスキンシップをしに行った方が高まり度合いで言ったらやっぱ高いんですよね。街の姿勢でももちろん高まるけど、自分からガツガツ求めに行った時はやっぱ高まるわけですよ。このダメとか嫌とか言っている抵抗を突破した時に男は達成感を味わえるので、その達成感が男にとっては高まるポイントなんですよね。目的達成した時に喜びを感じやすい生き物だよね。だから服を1枚脱がせるだけでもそうですよ。その1枚を脱がせた時に男はぐんと高まりますからね。だからそこでダメとか抵抗して、でも結局脱がされるみたいな展開になった時には、やべえ、めっちゃ可愛いな、男としては思うわけだよね。で、あとは女性がそうやって表面的にダメって言っているところを突破して、スキンシップまで持っていくっていうのは、ダメって言われてんのに突破してしまったか、いけないことをしてしまったかとかあったりするんで、そこでも高まるポイントがあるんでしょうね。で、こういった瞬間にすっごい可愛く見えてますから、うわ、やっぱって思ってますから、こういう反応男は耐えられないですね。では4つ目は気づかないふり。これはどういうことかっていうと、例えばテーブルの下で手をつないでいるけど、テーブルの上では手をつないでいるのを気づかないふりをするとか、膝をくっつけているんだけどそれをテーブルの上では気づかないふりをするみたいなことですよね。集団の中で一緒にいるときにそういったことがありますよね。テーブルから上では普通に話している、みんなで。でもテーブルから下ではちゃっかり手つないじゃってる。で、その手をつないでいることはまだ多分バレてないみたいな、このスリルを感じるような状況になった時に可愛く見えちゃうんですよね。頭の中で想像するわけですよね。表面上では特に何もないようなふりをしているのに、テーブルから下ではイチャイチャしちゃってるよ。で、この子も手つないでること分かってんのに、表面上では普通に会話してるふりするんだなっていうことは、この状況をちょっと受け入れちゃってんのかなみたいな、ポジティブに考えて男は高まる。そうなるとその子の顔を見た時に可愛く見えてきてしまうんですよね。ああ、これが知らないふりしてるこの子の顔かって思って、なぜか割り増しで可愛く見えてくる。2人だけしか知らない秘密をこうやって共有しているっていうところでもドキドキ感があるんだろうね。そこで高まってより魅力的に見えちゃってるっていうのはあると思う。で、あとは別の状況で言うと、例えば一緒に添い寝をしているとするじゃないですか。で、そういった時に女の子が寝たふりをする。で、男性がそこでちょっと仕掛けましたと、後ろからバックハグしましたという時に、本当は起きてるんだけど寝たふりを続けているみたいな状況があったら、そこでも顔は見えないけど可愛さ感じてるよね。実際男もね、分かる時ありますよ。これは起きてるなって。寝てる時って普通に寝息立てたりするからね、静かにスースーって言ってたりするから分かっちゃうよね。起きてたらそういう寝息がないもんね。むしろちょっと緊張と動揺で体硬くなってるもん。だから男も意外と分かっていたりはするよね。で、起きてるなって思ったら、今仕掛けたバックハグを受け入れてくれたんだな。
男としては思うわけだから、次のステップに進むことも頭の中で考えちゃって、もっとドキドキしてくる。ドキドキしてきて、めっちゃ可愛く見えてきた。そう思うわけですよ。やっぱ女性としてすごくここで意識するわけだからね。男女の関係になりそうっていう感じで。なのでここで可愛すぎんな、耐えらんねえなっていう気持ちに男としてはなりやすいです。では5つ目は、からのいいよ。これは男はグッときますね。男性が女性を誘った時に、最初はちょっと抵抗を示すわけですよ。でもその後で、じゃあいいよって最終的に OK してくれるという展開になった時に男はグッと来てしまいますね。これは男の中でよりゲットした感、手に入れた感が強まるよね。ようやくここまでたどり着けたっていう気持ちになるから、達成感がより増す。そうなると気持ちよくなるわけですよ。ようやくこのことをここまでの展開になることができた。でそうやって女性がって言っている姿も男からしたら実は可愛く見えているんですよね。このやりとりを実はちょっと楽しんでるんですよ。いけるかな、いけないかなっていうこの駆け引きをちょっと楽しんでる。で、このやりとりっていかにも男性が女性に求愛アピールしている様子ですよね。男性がここで求愛アピールして女性に受け入れてもらえるか受け入れてもらえないかっていう大事な瞬間なわけですよ。だから本能的にやっぱメスみを感じてしまう。ここでオスとしてはここで必死に求愛ダンス頑張ってるという感じなんで、もうメスを意識しすぎてしまって魅力的に見えるんですよ。だから実は男性が女性にデートのようにお誘いをしなかったとしても、じゃあ今度一緒にこういうお店行こうよって食事に誘った時でも心の中ではドキドキしていたりするよね。男からしたらデートのお誘いだからこれは。じゃあ今度一緒にこういうお店行ってみないって言った時にって最初乗り気じゃなかったけど最終的にいいよって言ってくれたらよしって男としては思ってるから、この時高まってるよね。でその動揺は見せないようにする。あくまでも冷静な態度を装う。これが男性から複数人で行くことを提示しなかったら男女の関係として進展したいと思ってる。複数人だったとしても好きだと思っている可能性も全然あるからね。二人きりだったらまだ断られるかもしれないなって思ったら最初は複数人で攻めたりするから、そこから二人きりに移行していくから、たとえ複数人だったとしても好きな気持ちは全然あるパターンはありますよ。でこの時に最初はって言っていたけど、じゃあ行こっかな言ってくれたらぐんと高まるね。はい、では次は照れて男性の方を見れなくなっている。こういう反応も可愛い。男性に魅力を感じているからその男性の顔を見れなくなってしまっている。目を合わせることすらもできなくなってしまっている。恥ずかしくて動揺を隠したくて。でそういう反応が可愛いよね。これが男性が女性に対して恥ずかしくて見れなくてずっと伏めがちになっていたらか弱くてなんか弱々しいなってなると思うけど、女性がそういう感じになっていたら男としてはか弱そうに見えて可愛いなるからね。こういう時には男はねだいぶ高まりますね。それこそこういう反応を目の前で見せてくれた時になんでそんな下向いてんの、こっち見なよ、そういう風に言う男性、意外といると思いますからね。余裕出てくるんですよ心の中で。でそうやって男も積極的になっていっているうちに高まりますから、そこでどんどん可愛く見えてくるんですよね。もともと可愛く見えてますよ。ただ高まることによってより魅力的に見えちゃう現象が出てきますよね。でここで全然見れていないところからの男性が無理やり顔をこっちに向けさせて目を合わせた時に上目遣いで目がうるうるしているみたいな感じの表情を見せられたらキスしてしまうでしょうね。耐えられるわけがないもん。キスしてくれって言っているように、男としては捉えてしまうよね。女の子って好きな男性とはそうやって近距離で見つめ合う時には自然と上目遣いになりますからね。その目はすごくキラキラして可愛いですよ。唇を奪いたくなる目をしてるような。これは耐えらんないよな。これが家の中で二人きりの状況で照れて顔を見れなくなってるという感じだったら、その後の展開に進展するでしょうね。社会的な空間の中だったらまだ男は耐えますよ。二人きりのプライベートな空間だったらキスまでは行くでしょうね。それかハグをするとか、そこまではどんな男性でも行きそうですよね。はい、では次は目の前で上目遣い。これは効き目抜群ですね。この距離感でもし上目遣いされたらグッて行きたくなっちゃいますよ。それぐらい効き目あるよね。女性が男性に対してその距離感で上目遣いをしっかりしてくれるっ
っていうのは好意に感じますよね。多少好意を持っているからこそそういったことができてしまうんじゃないかなってポジティブに考えてしまいますから、そこで一気に畳みかけたくなるっていうのは男としてはあります。まあ社会的な空間の中だったらキスまではしない男性が多いと思うからドキドキして終わるんだけど、記憶には鮮明に残りますよね。上目遣いはね、本当にか弱さをすごく感じますよね。まるで子犬のようなか弱さを感じてしまう。だからときめいちゃうんですよ、男も。そんな可愛い瞳で見つめられたら。で、それがやっぱ女性だから女性的な魅力を感じてしまうので、異性として意識して可愛いなって思ってしまいますよね。それこそ今までそこまで恋愛的に意識する気持ちがなかったとしても、ここきっかけでメスみを感じて一気に女性として意識していくということもありますからね。友達のような関係性だったとしても、今の一瞬もしかして異性として意識してくれたのかなっていう風に勘ぐったりもするしね。もし女性が脈なしとしてその男性のことを思っていて近距離の状況になったら、分かりやすく上目遣いするかなって男としても思うわけですよ。上目遣いをするっていうことは多少異性として意識する気持ちがあるんじゃないかな、感じるわけだよね。なのでここで男も意識してしまう。それこそ目の前でもじもじしながら一瞬上目遣いされたら抱きしめたくなるでしょうね。何か言いたさげな顔をしながら最初ちょっともじもじして、でその何かを言い出す時に上目遣いで見つめながら言うみたいなことされたら、言い終わった瞬間に抱きしめちゃうでしょうねってぐらい心に響いてきます。で、あと隣にいたとしても角度つけて上目遣いで見てくるとかね、そういうのも効き目あるような。話す時に自然に上目遣いになる女性いますよね。それは男としては誘惑の目に見えているんで引きつけられてしまいますよね。話す時にちょっとこうやって角度つけてこうやって聞いていたりしますよね。あざとい女性はね。まあ俺がやったら睨んでるみたいな感じになるけど、女性がやったらちゃんと上目遣いで可愛くなるから、男としてはそういうちょっとした上目遣いにグッときますね。可愛いと思ってしまいます。では次は冗談っぽくプンプンする。可愛い。そうやって感情を見せている姿が男はグッとくるんだよな。で、冗談っぽくっていうのがグッとくるポイントだよね。しっかり怒りを表に出しているんだったら、それは男としてもちょっと警戒するかもしれない。ただ冗談っぽくもう知らないみたいな感じで軽く冗談っぽくプンプンしているようであれば、可愛いなと思って抱きしめたくなる。たとえ冗談っぽくプンプンしていたとしても、男としてはなんかちょっと距離離れたようにも感じなくはないから、そこで距離感縮めたくなる気持ちになるんだよね。表面上ではちょっと冗談って分かっていつつも距離感若干空いたんじゃないかなみたいな気になるから、その空いた分をしっかり縮めに自分で行きたくなる。だから自然と追いかけたくなるような気持ちになるし、感情をそうやって分かりやすく見せている女性が可愛いなって思っちゃうよね。男ってそんなとか言わないじゃないですか。もう知らないとか言ってる男性いたらもう可愛すぎますよね。男はそこで感情を見せないわけですよ。感情を見せるにしても他の男性から遠ざけようと若干の嫉妬心だったり苛立ちを見せるとかね、そういう感じになるわけだよね。なんでそういう男性と話しちゃうの？危ないでしょ。プンプンっていう感じじゃないよね。だからそういう分かりやすく純粋にプンプンした感情を見せてきてくれるのはか弱さも感じるし、女性らしさも感じるんで可愛いなって思っちゃうし、で追いかけたくなる気持ちにもなるので魅了されちゃいますね。ただあまりにもプンプンしすぎたら男もね疲れちゃうと思いますよ。ただたまに男性が何か変なこと言った時に冗談っぽくすねてあげたら喜びますね。男はね実際追いかけたいんだよ。そうやって女の子の機嫌を良くさせたいっていう気持ちが強くある。だからこういったことでも男の心は動きますね。はい、では次は笑顔。やっぱり笑顔強い。男性が話した時にその男性の話を笑顔で聞いたり笑顔で反応して返してくれるっていうことをされると心持ってかれますよね。割り増しで魅力的に見えてますもん。まずその笑顔から好意を感じるっていうのはあるよね。警戒心を感じにくくて好意を感じる、脈あり感を感じるっていうのがまずあるのと、純粋に笑顔可愛い。その感情出てるの可愛い。でしかも笑顔って見てて幸せになるから、こっちも穏やかな気持ちになって和むし癒されるよね。だから会話をしている時に笑顔を見せてくれた時に男はドキッとするし好きになることもありますよ。で、たとえ笑顔が少ない女性だったとしても一瞬の笑顔が印象的に残ってその笑顔で一目惚れするっ
っていうこともありますからね。笑顔最強説ありますよ。自然な笑顔が一番強力ですね。ちなみにすごい作られた笑顔だったらもちろん魅力を感じることもあるだろうけど、人によりますよね。より自然に近い作り笑顔だったら魅力は感じるし、あからさまな作り笑顔だなっていう風に感じてしまったら圧を感じますよね。笑顔の圧を。本来笑顔にそんな圧感じないんですよ。ただ作られすぎた笑顔って圧を感じますよね。そういうのはちょっと違和感感じすぎて魅力は感じにくいのかもしれないね。なので自然な笑顔に男はより魅力を感じて癒されるし、可愛いなと思って心まで動きますね。はい、という感じで男性は女性のこういう反応が可愛いなと思うし、耐えられないですね。実際男はね、本当に反応で可愛さ感じてますよ。外見的な部分に関しては男はね、可愛いと思いやすいから、男は女性のことを可愛いと思う基準が低いよね。低すぎるその基準を超えたらもう全部可愛いになるから。だからあとはどこで可愛さをたくさん感じているかっていうと反応なんですよね。反応で可愛いなってなってる。皆さんもね、もちろんイケメンかっこいいと思うだろうし、自分の好きな顔のタイプいいなって思うだろうし、外見的な部分も重視するけど、その男性からにじみ出る雰囲気とか色気とか反応だったり雰囲気も魅力を感じるポイントとして意識しますよね。男もやっぱそういう感じですよ。だから愛嬌がある女性が好きっていう男性多いからね。なのでもし好きな男性に好かれたいなと思ったりとか、男性からモテたいなって思った時にはこういった反応もぜひ参考にしてみてください。男の反応も変わってくると思います。というわけで今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。そしてこれからも恋愛に関する動画をたくさん更新していきますので、次の動画も見たいよという方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回の動画は以上です。では。